四季から生まれた古事成語はたくさんあるけど、背水の陣もその一つだね。これは関心の戦術から生まれた言葉なんだよな。そう、関心は一人で李朝遠征を征服し、蘇韓戦争の最後には項を外貨で破って劉邦の天下取りを助けた蘇韓戦争時代最大のヒーローであり、歴代きっての名将だ。今日は背水の陣で有名な成慶の戦いを紹介する。一言で言えば、訓練不足で弱い兵士を率いた関心が秘策を使って強敵の趙を一戦で滅ぼした戦いだ。それでは早速見ていこまず簡単に背景を説明する。諸侯の連合軍によって紀元前206年に秦が滅亡すると、天下の実権は連合軍のリーダーである項をが握ることになった。う。項は清楚の覇王となって全国に18人の王を立てたんだったね。しかしその体制に不満を持つ者が現れた。その代表が漢王の劉邦だ。もともと漢中、つまり漢陽を中心とする戦国時代の秦の地を与えられるはずなのに、そうならなかった劉邦は歩兵して漢中にいた3人の王を破り、漢中の地を手に入れ、さらに東方に進出した。劉邦の他にも清と趙でも項王の新体制への不満が噴出し、ここでも項王の立てた王が敗北し、新しい政権が誕生した。そして紀元前205年8月頃の天下の状況は、東に強大な項王の祖があり、旧項都義が祖に従属していた。劉邦は漢中を手中に収め、慶陽の近辺で祖軍と対峙していた。その他趙と清はそれぞれ独立していた。項王の祖軍は天下無敵だった。項王と正面から戦っても勝ち目はないと知った劉邦は、文士の長領の策に従って項王との直接対決を徹底的に避けつつ、徐々にその力を切り崩す作戦を取った。長領は何て言ったんだっけ。永父、宝越、関心、この名称3人をうまく使えと言ったんだ。まず永父はこの時旧項王で実質的に項王に従属していたが、項王と永父の関係はこの時少し疎遠になっていた。それにつけ込んだ劉邦は永父に寝返り工作を仕掛けた。次に宝越は都の領内にいたが項羽には服従していなかった。そこで劉邦は彼を支援してゲリラ活動を行わせ、その兵糧輸送を邪魔するなど項羽を後方から撹乱させた。最後に関心、彼は漢中制圧戦争ではあまり用いられていなかったが、劉邦はこの頃ようやくその詳細に気がついたらしい。関心を方面軍の大将とし、北の義や趙を攻撃する任務を彼に与えたんだ。劉邦自身がその大軍を慶陽で食い止めている間に、別動隊の関心が周辺地域を征服するっていう作戦だね。そう。そして関心はその衛星国である李に侵入すると大勝利を収め、瞬く間に義を征服してみせた。そして関心は劉邦に言った。私はこのまま北方の趙、燕を征服し、続いて東方の西を攻撃し、南方の楚の平等を断ち、大王と西方の慶陽でお会いしたいと存じます。つきましては兵士を3万人追加していただけませんでしょうか。劉邦はこれに一旦は応じたのだが、そうすると自分が項羽の攻撃を防ぎきれなくなる恐れがある。そこで関心が北方の大を滅ぼすと、関心の指揮していた精兵を取り上げ、みんな慶陽の自分の軍に移してしまった。関心からしてみると、せっかく手塩にかけて育てた自分の精兵が奪われて大きな戦力ダウンだね。残ったのは卓兵ばかり。そして次の敵は強国趙。それでも関心は兵を率いて趙への攻撃に向かった。魏と趙の間には漢学地帯が続いており、平野への出口に制警官がある。関心の軍が攻めてくると知った趙はここで迎撃することにした。こうして政経の戦いが行われるんだね。両者の兵力を比較しておこう。詳細は不明だが、漢軍の兵士数はおそらく2万程度。訓練度は低く、しかも山道をはるばる遠征してきて疲労が溜まっており、士気も低かった。率いるのは関心。これに少し前まで趙の王だった趙氏がついていた。迎え撃つ趙軍は自称20万、おそらく実数は10万前後。率いるのは趙の実権者で自ら大王を兼ねる西安君の陳与。陳与は秦の始皇帝も懸賞金付きで探し求めたほど天下に名高い賢人で、長らく趙で大将軍を務め、軍事経験も豊富だった。関心などよりははるかに格上と見られていた。それにかつての趙の名将李牧の孫で自らも兵法に明るい理沙者がついていた。兵力は趙がはるかに上、疲労度も訓練度も趙の兵が有利、将帥も優秀、地の利もある。どう考えても趙が有利だね。なお尺の都合で詳細は割愛するが、趙氏と陳与はかつては紛糾の交わりを交わした長年の親友だった。しかし後に仲違いし、この時は不倶戴天の敵になっていた。陳与からすると、この戦いで長司を殺す気満々だったんだね。そんな陳与に対して理沙者が作戦を提案した。成形への山道は車が並んで通れず、騎馬が行列して進めないような細い道です。関心の軍はここを通ってくるため、隊列は
数百里に及んでいると思われます。そうすれば必ず主力軍が前、支長隊が後方と離れていることでしょう。私に兵3万人をお貸しください。そうすれば私は関道から敵の支長隊を抑えに行きます。あなたは溝を深く支類を高くして陣営を固め、敵と戦いを交えないようにしてください。敵は進んで戦おうにも戦えず、退こうにも退けません。その間に我が騎兵が敵の後方を切断すれば、敵は食料に苦しみ、遅くとも10日以内には関心長司の首を上げることができるでしょう。いや、私が聞くところによると、こちらの兵力が相手の10倍なら敵を包囲する、2倍ならば攻撃すると兵法にあるが、阪神の兵は数万と申しているが、実際にはそこまで多くはなく、その大江千里の彼方から奮生してきているのだから、疲労しているに違いない。このような敵に対してさえ戦いを避けていては、今後もっと強い敵が来たとき、どう対応するのか。そのような策を弄していては、諸侯は我々を弱体だと侮って侵攻してくるだろう。もう完全に勝つ前提で考えてるな。その上で横綱相撲じゃないと嫌だって言っているのか。衛生の高い彼だから秘策なんか使って勝ったという評判が立ったら自分の名が汚れると思ったんだろうな。ともあれ偵察がリサ社の策が採用されなかったことを探って関心に報告すると、関心は大喜びして進軍し、西傾向の手前30里の地で宿営したんだ。そして夜中になると兵騎兵を2000人選抜し、一人一人に赤い上りを持たせ、彼らに勘道を通って密かに趙の城の近くに潜み、隙を見て趙の城を奪うように命じた。でも敵は10万いるんだろう。2000の兵でどうやって城を奪うんだ。それは後で解説しよう。さて翌朝早く、ついに関心の先鋒隊が趙軍の前に姿を現した。彼らは関心の指示に従い、川を渡ってすぐのところに陣営を築き始めた。これが排水の陣ってやつだね。これを見た趙軍は大笑いした。どうして？兵法では水を背にして布陣するのは絶対にやってはいけないタブーとされていたんだ。鬱漁師という兵法に水を背にして布陣すれば死に場所となり、坂に向かって布陣すれば軍を無駄にしてしまうとある。このくらいのことは兵に将たる者の間では誰でも知ってる常識中の常識だった。漢の将軍はそんな兵法の処方すら知らないって思われたのか。この時関心はまだ無名の将軍だった。陳与をはじめとする趙の将たちが関心について知っていることといえば、またくぐりの情けないやつという程度の情報ぐらいだったかもしれない。その上に兵法の処方も知らないと思えば、敵を侮る気持ちが生まれても不思議はないな。朝にそうやって敵の油断を誘うのが関心の狙いだったんだ。ただそれだけじゃない。もっと大きな狙いは自軍の兵士の退路を断って視力を尽くさせることにある。先ほど言ったように漢の兵士は訓練度も士気も低い。漢に対する忠誠心なんてものもない。関心自身後から戦いを振り返ってこう言っている。この戦はまるで姿勢の人を駆り立てて戦わせるようなもので、彼らに逃げ場所を与えたらみんな逃げてしまうだろう。それではどうして戦の役に立つだろうか。だから関心としてはこんな使えない兵士たちを戦わせるには彼らを死に物狂いで戦わざるを得ない状況に陥れる以外になかったんだ。排水の陣は苦肉の策だったわけだ。排水の陣は一石二鳥だね。自軍の兵士を死に物狂いにさせ、同時に敵の兵士を油断させるという。漢の軍がみんな川を渡り構築された陣営に入るのを趙軍は洗いながら見ていた。そしてついに漢軍が陣営を出て趙の城に向かってきた。そこで趙軍は城門を開いて出撃し、いよいよ両軍の激戦が始まった。しばらく戦闘が続いたが趙軍が優勢となった。関心と趙氏は鼓も旗も捨てて川岸の陣まで逃げた。勝利は目前と考えた趙軍はこれを見て川岸の漢軍に総攻撃をかけた。しかしここで意外なことが起こる。川岸に追い込まれた漢軍の兵士たちが必死に戦い出したのだ。排水の陣のおかげか。そう、兵士たちは水泳なんか知らないし、重い鎧を着ているから水に入ったら敵死は確定だ。やる気のなかった兵士たちも戦わなければ死ぬと決まれば戦うしかない。文字通り死に物狂いってやつか。そしてなんと漢の兵士は数では何倍もいる趙軍の猛攻を耐え抜く。趙軍は関心軍、さらに川岸の陣ごとき容易に敗れると思いきや、意外と攻めあぐね自軍の被害が増える一方だったので、一旦攻撃をやめて城に引き返すことにした。ところが城の近くまで戻ってみると、なんと城壁の上に一面に漢の赤い上りが立てられていたんだ。あの2000人の別動隊が城を奪ったんだね。そう、それを見た趙の兵士たちは激しく動揺して逃亡を始めた。そこに関心の本隊が後ろから攻めかかってきたので、挟み撃ちにされることを恐れた趙軍は総崩れになった。総大将の陳与は逃げる途中で漢軍の追撃を受けて殺され、趙王も殺害された。関心は圧倒的不利を覆す干渉で
一戦で大国趙を滅亡させるという離れ技をやってのけたのだ。関心改めてすごいな。ただ一つ疑問があるんだけど、なんだ。海水の陣を敷くことで兵士を死ぬ気にさせて陣営を守り抜かせたことはよく分かった。でもなんで趙軍が城を空っぽにすることまで関心は予想できたんだ。10万いる趙軍のうち1万いや1000人でも城に残っていれば城を奪い取るなんてことはできなかったはずじゃないか。そこがまさにこの戦いのもう一つのポイントなんだ。背水の陣を敷くだけでは守り抜くことはできても城を奪うことまではできない。城を奪うには趙軍を全部城から誘い出す必要がある。そうだろう。どうやったら全部を誘い出せるんだ。簡単に言うと、城の守備軍にも戦いはもう 100% 趙軍の勝ちだと確信させ、その上彼らに城から出たくなる強い動機を与える必要がある。その答えは旗と太鼓にある。旗と太鼓。そうだ。突然だがコマロは自分が2万人の兵士を率いる大将になったと想像してくれ。2万の兵士はいくつかの部隊に分かれている。それぞれの部隊に転進や交代、それに進む方向、進む速度などを指示しなければならない。どうやってそれを兵士たちに伝える。2万人って結構多いね。野球やサッカーのスタジアムの観客ぐらいの感じだよな。しかも広い範囲にばらけているんだよね。マイクもスピーカーもない。進めとか叫んだって聞こえるわけないぞ。すると旗とか太鼓を使うしかないのか。そういうことになる。そして大将のところには水騎というひときわ大きく立派な旗があり、これが全軍への指令の起点となる一番重要な旗だ。簡単に言うと旗が進む方向を示す。太鼓は前進、鐘は交代の合図だ。大将が命令を下すと本陣の水騎が動き太鼓が鳴る。それを見たそれぞれの部隊がそれぞれの旗と太鼓で命令を伝えていく。兵士は旗と太鼓を見て必ずその通りに動かなければならない。違反した者は残刑だ。じゃあ例えば自分の直属の上司が左に動けって叫んでいるのに旗が右に進む指示を出していたらどうするの。旗の通りに右に進まねばならず、それ以外の選択肢はない。どんな兵士も軍に入ってまず教えられることは旗と太鼓の合図の持つ意味、そして旗と太鼓の合図に絶対に服従するということだ。自動車に例えると大将の旗がハンドル、大将の太鼓と鐘がアクセルとブレーキみたいなものだ。運転手によるハンドルやアクセルの操作が自動車の駆動部品に伝わり、それぞれの部品が作動して車が運転手の指示通りに動くように、軍隊は大将の旗や太鼓の操作によって動くんだ。そしてこの戦争で大事なのは関心が自分の持っている大将の旗と太鼓を捨てて逃げたということなんだ。おう、それって大変なことなんじゃない。車で言えば運転手がハンドルもアクセルもなくなっちゃったということでしょ。それじゃ一切コントロール不能じゃない。その通り、軍隊は一切統制が効かなくなる。つまり軍隊にとって大将の旗と太鼓がなくなることは負けに等しいんだ。すると趙軍から見るともう勝ちは確定したと確信するだろうな。その通りだ。そこで駒野にもう一つ質問だ。将軍や兵士は何のために戦っているか知っているか。国のため。そんなわけないだろう。自分が功績を上げ、それによって風紀を得るためだ。命の危険を冒して戦争に参加するインセンティブは 99.9% 以上それだ。そして功績は基本的には自分が殺した敵の数でカウントされる。もちろん殺した敵の階級によっても功績の大きさは違う。そして敵の旗や太鼓を奪うのも功績になる。敵の大将の旗や太鼓を奪ったらそれはとんでもなく大きな功績になる。その前提でこの戦いを趙軍から見るとどうなる。戦いは勝ち確定。敵の首は刈り取り放題。しかも大将の旗や太鼓まで奪い放題。こんなの100年に一度ぐらいしかないぐらいのボーナスステージだね。だろ。城の守備兵だったらどう考える。城にこもっているだけじゃ何の功績にもならないぜ。もう勝ちは確定しているんだから無駄に城を守っていても意味がない。打って出て敵の首なり旗なりを取ったら取るだけ褒美になる。それ打って出るよな。それがまさに関心の狙いだったんだ。なるほど。関心は戦って負けたふりをしてわざと大将の旗や太鼓を捨てて川岸に逃げたんだ。これを見た趙軍は城外の兵も城内の兵ももう勝った、あとは手柄の上げ放題だという気持ちになったんだ。そして城内の兵士が勇み立ち目の色を変えて城から出撃していった後に物陰に潜んでいた2000人の別動隊がまんまと城を乗っ取ったというわけさ。関心は守備兵の心理まで読み尽くしてこの作戦を立てたんだね。整理すると、この戦いで関心が勝利するためには自軍の兵士に死に物狂いで戦わせ、しかも敵の全軍を城からおびき出すという2つの目的を両方達成する必要があった。そのために選択されたのが背水の陣と大将の旗と太鼓を捨てるという作戦だった。それは目的を達成するために実に理にかなった作戦だったことがわかるだろう。自軍と敵軍の将や兵の状況、
それに戦場の地形などいろいろな要素をあらかじめ十分に考慮した上での作戦だったんだろうな。そうだな。戦の前の晩に関心は別動隊の将に向かって、明日は長軍を破ってから一緒に食事しようと言ったそうだ。別動隊の将は何言ってんのって思ったんだろうが。関心一人には戦う前から結果が見えていたのか。ということで今回はここまで。